今回は千駄ヶ谷1丁目2丁目の気になっていたスポット、著名な富士塚のある八幡神社に、都市伝説のあるこれも有名な千駄ヶ谷トンネル、さらにオリンピックを機に姿を消した霞ヶ丘アパートもお届けする。さてさて、今回は副都心線に乗って北参道駅にやってきた。住所は渋谷区千駄ヶ谷にあり、駅名も新千駄ヶ谷の予定だったそうだ。冒頭でも言った通り、千駄ヶ谷1丁目と2丁目にある気になっていたスポットを巡っていこうと思う。まず千駄ヶ谷3丁目商成会を進んでいく。さすがデザイン性の高い新旧のビルが点在している。こちらが鳩の森八幡神社、千駄ヶ谷一帯の総鎮守。こちらの境内に千駄ヶ谷の富士塚として都の有形民俗文化財に指定されている富士塚がある。さあ、それでは一緒に登りましょう。風が強い日は時折ヒヤッとする。体の軽い方は風に吹かれて落ちないように。5合目あたりまで来ると結構高く感じる。7合目には洞窟に弥勒像。ようやく山頂。奥宮が安置されている。眺めもよく達成感がある。
ただ、降りる際も急なところがあるので注意だ。配電も言っておきましょう。この後の冒険の無事を祈って。仁紀年間創建の社に、貞観2年に八幡宮として建て祀ったと伝わる。さあ続いてはこちら。気を引き締めていかないと。心霊スポットや数々の都市伝説で有名な千駄ヶ谷トンネルだ。ご存知の方も多いでしょう。トンネルの上は墓地である。墓地の方も後で行くが、まずはトンネルを歩いてみることにしよう。1964年開催の東京オリンピックに合わせた道路整備にあたり、千住院の墓地の下に道路を通すこととなった。そこで取られた方法は、すべての墓を一度他へ移し、山を切り通して道路を建設。その上に蓋をする形でトンネルを完成させた後、墓を元の場所に戻すというもの。無茶なやり方とも思えるこの方法に、静かに眠っていた死者たちを苦しめたとされ、心霊や都市伝説につながったのだろう。黒くすすけた天井は、この上に墓地があると思うとやはり不気味だ。では千住院の方へお邪魔しよう。急に風が強くなってきた。千住院は徳川家康の側室楊寿院ゆかりの寺院で、かつては今のような市街地ではなく、渋谷川の東の台地にある美しい景観だったそうだ。そして問題のトンネルの上はこの先だ。ご覧のように
一段高くなっている。この下がトンネルだ。それを考えると、普通の丘の上の墓地といったこの景観も違和感が出てくる。全国には他にもこういった例があるのだろうか。まあ、ない話ではないと思うが。墓地の先に最後のスポットが見えている。では、次へ移動しよう。もう皆さんご存知ですね。東京五輪2020のメイン会場として建てられた新国立競技場。後に正式に国立競技場となっている。建設にあたりグダグダ状態が続いた上に、新型コロナウイルスの世界的流行を受けて1年延期したのも記憶に新しい。この建物については機会があればお届けするが、今回は当地にあった都営霞ヶ丘アパートを写真で紹介しておこうと思う。解体前の霞ヶ丘アパートを訪れたのは2014年。競技場の敷地拡張と滞留空間用地として団地の取り壊しはすでに決定していた。当然住民らの反対運動もあったが、都の決定は覆ることなく、2016年に解体工事が始まった。霞ヶ丘アパートは1946年に都営住宅として長屋形式で建てられ、1960年代に全10棟約300戸の団地に建て替えられた。団地には商店街もあった。外苑マーケット。入り口の八百屋で買い物した後、写真を撮らせてもらった。数枚だが取り壊し前に撮れてよかった。団地は緑に覆われ始めていた。そうだ、給水塔もあった。櫓型の給水塔だ。
寂しげな団地内のブランコ。今はすべて姿を消した。かつてそこにあった風景も時は流れ、新しい景色へと変わっていく。だから皆さんの記憶の片隅にこの街の姿が少しでも残れば嬉しいと思う。実はもう一つ近くに消えてしまった都営団地があった。そちらは次回の動画で。冒険は続く。